どうも皆さんこんにちは、アキラです。じゃじゃん、ハッセルブラッドのねレンズをしっかり徹底解説、おすすめをねご紹介できればなというふうに思っております。先日出しました X2D Mark II 新しいねハッセルブラッドのカメラが登場したということで、先行のレビューをお届けさせていただいたかと思うんですが、見ていただけたでしょうか。このカメラはね100万円を超えてしまうような本当に高価なカメラではあるのですが、実はですね10万円台から購入することができるレンズもあったりはします。本当にねもうありがたい限りなんですが、ハッセルブラッドのねカメラとレンズをこんなにも使わせていただく機会がありましたので、せっかくなのでちょっとこのハッセルブラッドレンズがね、どういった用途でそれぞれを使っていったらいいのかとか、それぞれのレンズの特徴であったりとか X2D2 と、907X の方にねどっちにどのように合うかとか、そういったものとか、そもそもハッセルブラッドのレンズの歴史というか、こう生産工程とかどういうラインナップであってどういう風に選べばいいのかみたいなところをいかにこのちゃんと動画で整理したいなと思って、今回ねこの動画を作ろうかなというふうに思っております。ぜひですねこの X2D2 のレビューはもちろん 907X の方もねレビューしていますし、あとは 35-100mm のレンズのレビューと、20-35のレビュー単体でもねこの4本立て全て行っておりますので、ぜひね興味ある方はこちらもねぜひ見てもらえたらなというふうに思っております。という感じで、今回はね憧れのハッセルブラッドをねぜひねこの動画で皆さんと一緒に堪能できたらなというふうに思っております。なかなか買えるものではないんですが、こう魅力とかロマンっていうものを感じ取って、ちょっとね一緒にこうエンタメとしても楽しみつつ、この動画をねお送りできればなというふうに思っておりますので、ぜひですね最後までお付き合いいただければなというふうに思っております。ということで、まずねこのハッセルブラッドのレンズについてまず詳しくねそもそものね理解しておきたいポイントいくつかありますのでご紹介していきます。まずクロップファクターですね。ハッセルブラッドのカメラっていうのは中盤センサーになるんですよ。ミディアムフォーマットサイズと呼ばれています。これはですね今撮っているこのカメラとかこのカメラとかのフルサイズカメラよりも大きなセンサーをね搭載してるんですよね。なのでこのレンズを見るときにですねクロップファクター、いわゆる 35mm 換算が逆に必要になってくるんですよ。これどういうことかというと、スマートフォンのセンサーがこのサイズとした場合、一般的な 35mm フルサイズセンサーの大きさが 36mm×24mm の3対2に対して、このハッセルブラッドっていうのは約 44mm×33mm 4対3の約 1.7 倍の中盤サイズのセンサーとなるんですね。面積比が 1.7 倍になるので、フルサイズセンサーよりも 70% 程度の光をより多く取り込むことができるようになります。なので APS-C センサーとかマイクロフォーザスセンサーっていうのは逆に 1.5 倍とか2倍とかしないといけなかったじゃないですか。あれがハッセルブラッドは逆に大きいから小さく換算をする必要があるので、だいたい換算約 0.78 倍をかけてあげる必要があります。これがねちょっと面白いところになりますよね。例えばこのレンズですね、こちら 55mm のレンズであれば 0.78 倍をかけるので、約 43mm 相当の画角となるというのが1個ね特徴としてあったりします。で一応補足としてハッセルブラッドの中盤って 44×33mm なんですけど、実はね中盤センサーの基準っていうのはね定まってないようなんですよね。これはフィルム時代のね呼び方でもあるらしくて、フルサイズよりも大きくて 4×5 インチの大判よりも小さなフォーマットを中盤サイズと今呼んでいるということですね。なのでフルサイズよりもね大きなセンサーという位置づけで、今はねこのデジタルの現在でも、中盤と呼ばれていたりしますし、さらにフィルム自体のねハッセルブラッドっていうのは 6cm×6cm のね中盤サイズだったんですよ。で今のこのフィルムは 44×33 なので、それよりも一回り小さいサイズになってるんですよね。でこれらをね両方とも中盤サイズと言ったりはするんですけど、厳密にはね中盤の中にも、大きさは違うし、デジタルとフィルムでもまた変わってくるっていうことをね、ちょっとここではね、押さえておいていけたらなというふうに思っています。でさらにねレンズを見るところでもう一つ必要なことありますよね。それが F 値ですよね。でこの F 値というのが小さければ小さいほど F4 よりも F2.8 の方が明るいし、ボケ感も大きくなりますよね。でこの F 値というのもしっかりと見ていく必要が、換算が必要だったりはするんですが、先ほども言った通り F 値というのは明るさを示す指標になるので、センサーサイズによる露出の変化っていうのはありません。だから明るさっていうのは基本的には変わらないんですよ、センサーが違えど。ただしボケの大きさと、被写界深度ですよね、ここの感覚が異なるので、フルサイズ換算は同じく約 0.78 倍をかける必要があるということになります。ちょっとややこしいですよね。これも実際の例でいくと、先ほど紹介したこの 55mm の XCD レンズ、このレンズね F2.5 になるんですけど、このボケの大きさ量っていうところで言うとフルサイズの F1.95 ぐらいと、されています。F2 若
弱相当ですね。なので中盤で F2.5 だったとしたら、フルサイズの F1.95 ぐらいのボケ感をね、このレンズで得られるという形になります。逆に露出はね、そのままになるので、F2.5 の明るさというのはフルサイズの F2.5 の明るさとも同じと言えるといったところになってきます。ちょっとややこしいですよね。これらが基本的にね、押さえておくべきポイントではあるんですが、この XCD レンズ、いわゆるハッスルブラッドのレンズの一つ特徴、大きなものがあって、これがね、レンズシャッターなんですよ。中盤っていうね、フルサイズでも大きなね、センサーなのに、ボディこんなちっちゃいんですよね。こっちはそんなちっちゃくないけど、これめちゃくちゃちっちゃいじゃないですか。この小型ボディをどうやって実現してるかっていうと、シャッター機構がレンズにあるんですよ。このレンズたちにシャッターがあるので、カメラのサイズを小さくすることができるし、レンズによってシャッターの構造が違ってくるといった形になります。どういうことかというと、レンズによってシャッター速度も違うし、シャッターフィーリングも違ったりとか、シャッター音も変わってくるんですよね。で、レンズシャッターによるメリットって何があるのかっていうと、フラッシュ、ストロボとかに全速同調できたりします。要はこのシャッタースピード2000分の1のレンズ、4000分の1のレンズとあったりはするんですけど、その2000分の1とか4000分の1とかでもストロボにね、同調することができるんですよ。これもややこしいんですけど、基本的にボディでね、シャッターを搭載していると、ストロボの速さとシャッターの速さがね、うまくいかないので、ちょっとこう、間で途切れたりしてしまうみたいな。特にシャッタースピードが速いとそうなったりするんですね。なので、多くのカメラで速くても400分の1とかまでしか外の撮影とかではできなかったりはするんですよ。最大がね。ただ、このレンズシャッターであることによって、シャッターの構造が違うので、同調することができて、要は2000分の1、4000分の1とかでもストロボを使えるといった形になったりします。で、他にも、ローリングシャッター、要は歪みとかもね、限りなく少なくなったりだとか、あとは振動がね、少なく抑えれたりするとか、そういったところもあったりはするので、結構ね、他のカメラのレンズとは結構根本的な設計から違ってくるっていうのが、このハッセルレンズのね、面白いところにもなっていますよね。っていう感じで、基本的な構造について理解できたと思うんですけど、XCD レンズ、一つすごく面白いところがあって、これ全てを断言はできないし、一部違うっていうのはあるんですけど、基本的にメイドインジャパンが多いんですよね。で、ハッセルブラッドって皆さんどこのメーカーか知ってるでしょうか？そう、北欧スウェーデンです。ヨーロッパですね。で、少し前に DJI がね、ハッセルブラッドを買収したりとかで、レンズも同じくスウェーデン発なのかな、もしくはDJI の中国発なのかなと思いきや、レンズはね、メイドインジャパンが多いです。実はですね、日東というね、会社が製造しております。これ長野県にね、企業があるんですけれども、この会社ですね、小惑星探査機のはやぶさ2、2とかの探査機のね、レンズとかも作ってるようなすごいところなんですよね。で、この日東は1943年の創業で、照準器とか双眼鏡とか、軍用光学製品のね、製造していたみたいなんですよね。で、今現在でも宇宙とか医療とかカメラ業界を支えるような高精度な光学メーカーとされています。実はですね、レンズの後玉にメイドインどこどこっていうのが書いてあるんですよ。例えばこれ XCD55mm ですね。ここを見てください。はい、メイドインジャパンと刻まれています。はい、刻まれているというか普通に印刷されていますね。ただですね、これ僕が確認した中では全てではなくて、例えばこの 75P のレンズですね。こちらにメイドインチャイナとあったりしますので、他はですね、僕が今所有しているレンズは全てメイドインジャパンで、これだけがチャイナにはなるんですけれども、ちょっとね、これがどういう違いがあるのかっていうのはわからないのと、それも公表はされていませんので、ちょっと正しくね、これはこうでこうっていうのが言えないんですけど、一応ね、こういった特徴があります。で、最新作、出たばっかりの XCD3500mm ですね。これ皆さんどこかというと、はい、証拠として見ていただきましょう。はい、ここに書いていますね。メイドインジャパンでございます。なので、多くの XCD レンズが、今もなおメイドインジャパンで生産されているということになりますので、これ興味深くないですか？ちょっとなんか嬉しいし、めちゃめちゃ、はい、レンズメイドインジャパンなんだっていうね、すごい誇りに思ってるんですけど、こういったね、実態があります。で、ちょっとね、僕自身も他のね、持っていないレンズもまだまだありますので、ちょっと皆さん、XCD レンズをお持ちの方、ぜひですね、後玉を見て、どのレンズ、どこで作られてるか、ちょっとよかったらコメントで教えてくれませんか？普通にね、ちょっとこれ興味がありまして、全然ね、チャイナだから、ジャパンだから、ヨーロッパだから、それがいい悪いとかではなくて、すごいちょっと僕興味があるんですよね。どこで作られているのか。で、今後のね、どこで作られていくかとかも、ちょっとね、予測できるかなとか思ったりするので、ぜひよかったらね、こちらコメントで書いていただければなと思っています。で、さらにですね、もう一つ面白いね、ハッセルブラッドのレンズの歴史がありまして、これまでのね、V システムと呼ばれるね、レンズは主にカールツアイスのレンズを使われていました。これはですね、500cm とかに装着する V システムですね。ちょっとフィルム時代とかでも使われていたレンズシステムになったりはするんですけど、これらはカールツ
ツアイスレンズを使用していたんですよ。で、この現在の XCD レンズっていうのはカールツアイス製ではありませんよね。少し前の H システム、これはレフ機になるのかな。はい。ハッセルブラッドの H システムというね、ものたちは、富士フィルムとの共同開発と製造を行われていたんですね。つまりはですよ、皆さん、ハッセルブラッドというのは、時代とかシステムごとにパートナーが違うっていうのが、ハッセルの伝統と言えるんじゃないかなと感じています。V システムはツワイス製。H システムはフジノン製で、現行の XCD レンズたちは、ハッセル設計とニットがね、製造しているというところになります。なので、自社でね、光学工場を持たないというカメラメーカーだということも、ハッセルブラッドのね、一つの特徴なんじゃないかなと僕たちはね、調べたりとか勉強していく中で知れたことになります。ちなみに有名なね、アポロ計画の月面写真でね、使われたレンズというのは、カールツアイスのビオゴン 60mm f5.6 だったそうですね。本当にいろんな歴史があるようなカメラメーカーにもなっています。このようにね、ここだけでもさ、もうご飯3杯ぐらい食べれそうなんですけれども、めちゃくちゃ面白い内容になっていますよね。で、もっともっと話せることはたくさんあったりとか、ハッセルブラッドの歴史って本当面白いんですよ。で、それらは 907XCFV100C のね、レビュー動画の中で僕本当にたくさん頑張って解説をして、めちゃめちゃね、アニメーションもこだわって制作したレビュー動画がありますので、よければそっちのね、動画も見ていただければなというふうに思っています。ハッセルブラッドの歴史についてしっかりと理解がね、できるのではないかと思っています。はい、ということで皆さんお待たせしました。それではこの X シリーズのね、レンズについてやっていけたらなというふうに思うんですけれども、まずはですね、X システムレンズの、XCD レンズのシリーズからね、おさらいしておきましょう。大きく分けると4つあります。まず1個、最上位モデルとして E シリーズ、エクスクルーシブの E シリーズ、唯一無二というね、そういったね、意味を持つレンズがあって、それがここの2つになりますね。ハッセルブラッドの光学設計と最先端の光学技術、待望だった第3元ズームが今回登場したことにより、ここのね、ズームレンズというのがしっかりと揃いました。で、その下というかもう一つのシリーズとして V シリーズ、これはバーサタイルのね、頭文字を用いた V シリーズというところで汎用性というものを意味します。38V、55V、25V、90V といったレンズがあるんですが、性能と携帯性の絶妙なバランスをね、組み合わせて、作られているようなレンズたちになっています。もちろん写りもめちゃめちゃいいし、それでも小さく、小型軽量で使いやすいといったところが挙げられますよね。で、そして P シリーズというね、レンズがあったりします。ここら辺が P シリーズにはなってくるんですけれども、P はね、もうポータブルという意味を持っていて、小型軽量で持ち運びやすさっていうのももちろんだし、あとはシンプルさというところにね、重点を置いて設計されているということで、価格もね、比較的低価格でよりね、使いやすいそんなレンズたちになっています。で、その他にも、その他の XCD レンズというね、シリーズがあって、ここにもラインナップがたくさんあります。で、これその他と割り当てられているんですけど、その他のレンズだからといって安いとか性能が劣るということは一切なくて、全然高いし、めちゃめちゃ性能はいいんですよね。ただですね、僕たちの推測にはなるんですけど、これらのレンズって X1D のね、時期に発売したレンズが多いかなと思うので、もしかしたら1億画素に最適化対応されていないのではないかなと感じています。最近の XCD レンズ、X2D が出た後に出たものっていうのは、ホームページでも1億画素に対応しているみたいなことを記載しているんですよね。なので、逆に考えると、これまでの以前のものたちは X1D シリーズの5000万画素にね、目指して作られていたのかななんて思ったりはしているので、ちょっとその辺の改造感のね、対応範囲の違いとか、あとはね、このハッセル X3D2 からね、コンティニュアス AF がね、使えるようになったりとか、認識がね、被写体認識ができるようになったりとかで、そういったオートフォーカスの、対応幅っていうのも変わってくるという意味で、その他ってなってるのかなというふうに感じております。そんな感じでシリーズがね、このように分けられていて、だいぶと理解できてきたかなというふうに思いますので、ここからですね、おすすめのね、レンズをようやく7選ご紹介できればなというふうに思っております。で、今回ね、紹介していくものの他にたくさんね、まだまだレンズはあるし、他のものも使ったことはあるんだけど、他にもね、一応まだちょっとあるんですけれども、今回ね、僕なりにしっかりと使えたものからお勧めできればと思っています。それではですね、まず一つ目いきたいなと思うんですけれども、まずは XCD45P-F4 のこちらのレンズですね。こちら今 907X についているこの超コンパクトなレンズになっています。他の XCD レンズに比べて若干ね、前の型のね、作りな、見た目ではあるんですが、これね、非常におすすめです。なんといっても値段ですね。値段が一番安いです。マップカメラ価格、だいたい13枚切れるぐらいでね、買えるかなと、新品で買えるかなというふうに思うんですけど、かなりね、買いやすくて、焦点距離もフルサイズ換算で 36mm 相当ですね。F4、F22 に対応していて、ボケの大きさもフルサイズ換算 F3.1 相当ぐらいありますので、非常にそれなりにボケるかなと思います。で、重量も軽くて 320g と、フィルター系は 62mm で非常にね、使いやすいね、レンズになってるかなというふうに
思います。で、操作感としては本当にちっちゃくて、特に 907X とめちゃめちゃ見た目が合いますよね。ちょっとこの丸っこいデザインっていうのがすごく合うなというふうに思いますし、すごいね、静音性にも優れていて、写真を撮るときにもシャッターがね、非常にコトンと、はい、こんな感じの音になりますので、ここのフィーリングもね、静かでいいなと思っています。ただ結構ね、癖はありまして、ちょっとここを見ていただきたいんですけど、フォーカス合わせるときにこのレンズがぐわーっと出てくる。でしかもめっちゃ音鳴りますよ。駆動音。こんな感じ。はい。こんな感じでめちゃめちゃ音鳴るのと、まあめっちゃ動いてるみたいな感じで、10万円超えてこれかっていうのは若干あるんですけれども、そこら辺はね、若干あるものの、写りはめちゃめちゃ綺麗なんですよ。これ僕ね、小型軽量をね、重視した写りをね、ちょっとこう、妥協したレンズかなと思いきや、めっちゃ写り全然問題なくて、パッと見だとね、全然この XCD レンズと見分けもつかないし、僕全然これでいいなと思って、もう 907X はもうずっとこれつけていますね。本当に使いやすいです。で、最短撮影距離が35センチなので、まあちょっと音はガチャガチャなるんだけれども、それなりにね、寄って撮ることはね、できるっていうのも僕がね、気に入ってるポイントの一つですね。で、やっぱり換算 35mm 程度というのはね、本当に使いやすくて、まあ、日常の撮影ももちろんだし、まあ、風景を残すこともいけるし、人物を撮ることもできるし、テーブルフォトを撮ることもできるしっていうので、もう結構この1個あれば、本当何でも撮れるなというところがあるので、まあ、本当に初めての1本目としてもめちゃめちゃいいですし、もうこの 907X の小型さをね、よりこう活かしたいという方にはもう本当にね、もう抜群に合うレンズなんじゃないかなというふうに感じております。いや、これ本当可愛いよね。まず1本目安くね、抑えたいという方、全然写りもね、妥協せずにこれ使えますので、本当にこれはね、いいかなと思います。はい、ということで続いてがですね、こちら、28P ポータブルシリーズの F4 のね、XCD レンズになっています。まあ、こっちの方が若干小さいかな。まあ、でもほぼ一緒ぐらいかなといった形ですね。で、フルサイズ換算で焦点距離が 22mm ぐらいなので、まあ、割としっかり広角で撮影することができます。まあ、F4 ではあるんですが、F 値は最大 F32 までいきますので、まあ、結構広角でね、活躍できますよね。で、F4 レンズなんで、フルサイズ換算で F3.1 とか 3.2 ぐらいになるので、まあ、しっかり割とね、ボケるんですよ。で、最短撮影も22センチいけますので、それなりにね、寄って撮影することもできますよね。で、重量が 245g しかないので、めちゃめちゃコンパクトで、やっぱちっちゃくて軽いレンズなんですよね。もうパンケーキレンズ的な形で使えるっていうのが、このレンズのね、僕非常に好きなところですよね。ただ、フィルター径がね、72mm と意外と大きくて、まあ、価格もね、まあ、26、7万円ぐらいというところで、まあ、安くはない。ハッセルレンズの中では手に取りやすい価格ではあるんですけど、皆さん価格だけを見たら、G マスターレベルですから。すごいよね、これ恐ろしいよね。はい。まあそんなレンズになっています。で、まあこのレンズの実際のね、まあ使用感みたいなところで言うと、まあ僕はね、少しね、苦手な焦点距離ではあるんですよ。結構情報量が本当にたくさん入るね、やっぱり広角レンズにはなるので、やっぱ撮る人のね、こう腕が試されるというか、やっぱりこのアングルをね、しっかりこだわったりとか、まあどういう風に撮るかで、本当にね、全く変わってくるようなレンズではあるのかなというふうに思っています。ただやっぱり広角というところもあって、まあ、F8 ぐらいまで絞って風景とか撮った時のね、解像感はもう本当に半端ないし、もうキレッキレでね、もうめちゃめちゃでもう繊細にね、1億画素で全てが映ってしまうぐらいのね、感じになってるので、ポータブルではあるんだけど、めちゃめちゃ画質も良くて、意外と撮り回しがいいというね、そんなレンズかなというふうに感じています。で、最短撮影22センチということで、寄ってみるとね、結構まあ寄れるっていうのがあるんだけど、それと同時にボケ感がね、割と出てくるんですよ。前ボケで何かを入れてもボケるし、まあ広角で寄ったら背景はね、しっかりとボケたりするので、まあやっぱりこうスマホとはね、また違った表現もやりつつ、こうハッスルのね、良さを引き出すことができるような、そんなね、レンズかなというふうに感じております。ポータブルシリーズなので、まあ他のね、リングが全くないっていう、もうこれフォーカスだけになるので、コントロールリングもなければ、AF マニュアルのね、切り替えスイッチもないんですけど、まあでもこの小ささはね、もうめちゃめちゃね、これはね、選択肢としていいね、ものかなというふうに感じております。はい、ということで続いてがですね、こちら、75P の F3.4 の XCD レンズになっていますね。これも非常にシンプルですよね。これはポータブル P シリーズのものになっていますと。で、フルサイズ換算で画角は約 60mm くらいかな。59とか。で、被写界深度、まあ、ボケ感は F2.7 ぐらいかな。といった形かなと思います。で、このね、レンズは、ハッセルが X2D とこのレンズの組み合わせで、ポートレートとしてどうぞみたいな
感じでね、最近キャンペーンみたいなものやってたと思うんですけど、そうまさにポートレートとかで非常にね使いやすいレンズかなというふうに思います。で最短撮影55なのでそんなに寄れるわけではないのと、重量が 400g ぐらいあるので、それなりにねちょっと重量はねこの辺から出てくるかなといった感じではあるんですけど、すごくね人によってはドンピシャにはまるレンズではないかなと感じています。で実際のね使用感みたいなところになるんですけれど、やっぱりポートレート撮影にね非常に最適です。なんかすごい透明感のある写りがね出てくるような印象で、やっぱハッセルのねオートホワイトバランスがねやっぱ優秀すぎて、このレンズと撮影すると人の肌みたいなのがめちゃめちゃ綺麗なんですよね。これほんとびっくりするぐらい、もう人物を綺麗に美しくそのまま見た目で残しておきたいみたいな、もう加工とかじゃなくてそのままの人物の表情表現とか、そのねこう顔のシワとかもはや顔のシワまで写したい時とかにめちゃめちゃね最適だなというふうに感じております。でハッセルがねこれ日本限定かな、 X2D とこの 75P の組み合わせでポートレート撮影セットとしてキットとしてどうぞみたいな販売をしていたことが最近あったんですよね。なので本当にこうポートレート撮影にね最適なレンズと言えるんじゃないかなと感じています。でもちろんポートレート以外にもちょっとしたね引いてその場のね風景を撮ったりとかもできるし、なんか僕夕日のね撮影とかでもすごい使ってたんですけど、ものすごいねグラデーションが綺麗に映るレンズでもあって、もうこれどのレンズでもそうなんですけど、本当にねもちろん人物だけじゃなくてその他の視点でもすごくね綺麗に映るレンズかなというふうに感じています。開放の場合はねすごい中央は綺麗ではあるんですが、絞ってあげるとね、周辺までねしっかりと、綺麗のある描写になったりしますし、ボケ感もうるさくなくてすごいちょっととろっとしたというか滑らかなねボケ感が得られるねレンズかなと思っています。ただね操作性においてはコントロールリングとかやっぱこのねサイズのものではあるもののないんですよね。この他のものと比べたらやっぱリングがね全然ないので、ちょっとその辺のね、軽量化というかコストカットはあるので、操作がめっちゃしやすいわけではなく、意外とこの前長があるのでこうレンズがねちょっと前にはあるなという感じはするので、その辺のね操作感は抜群とは言えないんだけれども、非常にね、人によってはハマるレンズじゃないかなというふうに思います。で僕はねちょっと使ったことがないんですけど、より圧縮効果を効かせた撮影したい方は 90V ですよね。こっちもねやっぱポートレート番長みたいな感じで、ちょっとねこっちのレンズよりももう作品系のね絵をつかみたい方はこっちもねすごくいいんじゃないかなというふうに思ったりはしています。ということで、ね、続いてね V シリーズのねレンズをお話しできればと思うんですけど、その前にね今見ていただいていた写真の作例全てね自動でデザインを展開しているんですよ。これねダヴィンチリゾルブのシャッターバックというプラグインを使ってカメラの EXIF データをね一瞬で読み込んでワンタッチで自動でねデザインを展開するというエグいプラグインを作ってしまいました。今回見ていただいているこのデザインとかもプリセットを作ってもう自動配列していて、それらをね保存してね新しく作り直したり共有したりとかね、いろんなカスタムがねできるようなプラグインになっています。このプラグイン自体にねプリセット17通りも入れていて、今見ていただいている16対9のねこの映像用のね、デザインはもちろんだし、9対16いわゆる縦動画の9対16に設計したデザインプリセットもね5つ入れているので、本当にねいろんなデザインでね展開することができるはずです。この ISO、FG、ISO 感度というね一個一個気にするのが煩わしかったあの作業が全部自動的にできるし、全てをね自動で取り込んで自動で展開することができるので、多くのね SNS コンテンツクリエイターの皆さんにねお役に立てるかなと思いますので、ぜひねシャッターパックプラグインビジュアルパックというねオンラインショップからダウンロードしていただければすごく嬉しいなと思っております。というわけでね、次行きましょうか。ここからはね、V シリーズバーサスタイルレンズですね。次、はい、こちら 38VF2.5 のレンズですね。もう全部いいんやけど、これもね、非常に良くてですね、何よりも焦点距離がすごい使いやすいんですよ。フルサイズ換算で 30mm 相当で、F 値もですね、だいたい F2 以下ぐらい、F1.95 ぐらいの相当ぐらいのものになりますので、非常に大きくボケます。で、最短撮影距離も30センチなんで、非常にね、それなりに寄って撮ることができたりしますよね。で、F2.5 という明るさなんだけれども 350g にね抑えられている非常に小型軽量な、これ P シリーズと言っても過言ではないぐらいのサイズ感かなというふうに思います。この 55V と比べてもちょっとだけ小さくて軽いんですよね。ただ値段は50万円ぐらいしてしまいますので簡単に買えるレンズではないんだけど、妥協なき1本持っておきたいっていう方はね非常に1本目としていいかもしれません。でこのレンズからのね特徴としてはコントロールリングがね搭載されています。ここにシャッター ISO 感度を割り当てることができるので、ここに割り当てて自分でね好みのダイヤルをね変更することができるんですよ。であとねこのようにするとこのね、表記でマニュアルフォーカスにすることができます。マニュアルフォーカスモードですね。でこっちが AF になりますね。で一応シャッタースピードは2000分の1なので最大4000分の1ではありません。
はい、ここはちょっと注意ポイントではありますね。で、あとこれね、めっちゃ細かく言うと、多分ね、これリニアではないんですよね、マニュアルが。だから、ちょっとね、この辺の、操作感は、ちょっと慣れは必要かな。ただ、実際に使用感はめちゃめちゃ良くてですね、僕の中ではね、中盤 GR みたいな感じだなと思いました。GR3 みたいな。本当に、もうこの焦点距離が何よりも 30mm ってめちゃ良くて言うても広角ではあるかなという印象ではあるんですけど、しっかりとね全体を残していくことができます。で、1億画素あれば後からトリミングできますので、本当にねこの画角をカバーしておけば基本どんなシーンでも対応できるかなといった感じはありますよね。で、やっぱり F2.5 なので、しっかり背景ボケるんですよね。酔ってもボケるし、ちょっと引いたぐらいでも割とねボケてるような印象があるので、すごくねすごいねやっぱ中盤サイズの恩恵を感じることができると思います。ただこのね価格とこのね完成度にしてはちょっと玉ボケとかはねいまいちなところはあって、特に周辺のね玉ボケとかはね、多少こう歪んだりはしますし、ちょっとね、この 55V もそうなんですけど、玉ボケとかはそんなね完璧ではないレンズではありますね。ただそれをね良しとする人もいるかなというふうには思いますね。とはいえやっぱ絞るとねもう本当にキレッキレでねめちゃめちゃね描写力がありますので、とりあえず1本というところではねこのレンズも非常にねありなんじゃないかなと思います。とりあえず1本という意味ではこの75よりも絶対こっちの方がね、いろんなシーンにね対応できるんじゃないかなというふうには思いますね。で、一応シャッター音はねもうここ2つめっちゃ似てます。ちょっとこれだけ聞いておきましょうか。38V のねシャッター音はこんな感じです。こんな感じ。すごい静かな音ですよね。はい。これが 55V とか、75p もね、こんな感じですね。すごい静かなシャッター音になっています。はい。ということで、次 55V 行きましょう。これもね、めちゃめちゃ人気で、もうこの 38V か 55V どっちにするで、大体の方が悩むんですよ。それぐらい王道とも言えるね、55V のレンズですね。こちらも F2.5 なので、フルサイズ換算 F1.9 とか、F2 ぐらいかな。焦点距離はフルサイズ換算で 43mm 相当ですね。ただ、最短撮影が 45cm になるので、こっちはね、なかなか寄りにくいレンズにはなっています。ただ重量は 372g と非常に小型軽量になっていて、フィルター系は同じ 72mm になっていますね。ハッスルはね 72mm ぐらいが多いかな。で、こちらも価格が50万円を超えてしまうんですが、本当にねこれはねもうめちゃめちゃ使いやすいレンズであることに間違いはありません。で、このレンズは僕がハッスルレンズで一番使ったかな。もう一番ねやっぱ万能に撮ることができるし、シーンによってやっぱねちょっと狭いなって感じる時はあります。例えば誰かと食事中にその人を撮りたいみたいになった時はやっぱそういった時は狭いし、テーブルフォトもやっぱ寄れないからちょっとその辺のしんどさはあるんですけど、なんかね日常作品っぽく残せるようなレンズではあるなと思うし、あとはやっぱめっちゃボケる。開放にするとすごいやっぱ背景はボケるし、開放でも中央はすごくねシャープだったりはするので、人物撮影にもいいし、作品とかスナップでも使えるし、あとはそう、集合写真とかでもこれめっちゃ使いましたね。いろんな人との集合写真とか、もう普通にイエーイみたいな思い出残す時とかにも三脚に立ててこれをつければ、いい感じに背景を圧縮、それなりに圧縮をしながら人物をきれいにね、残すことができるので、僕はね、すごいこれ気に入ってるレンズの一個ですね。ただこのレンズも玉ボケはね、ちょっとって感じではあるかなというふうに思いますので、その辺を完璧に求めるっていう方には向かないかもしれないんですが、やっぱね、このレンズ1本目に持っておくと、間違いはないのかなと思います。多分ね、このレンズ発売してすぐぐらいの時は半年ぐらい納期が待ってたみたいなんですよ。なかなか最初はね、手に入れることができなかったぐらいめっちゃね、人気があったみたいなんですけど、今はね、全然買うことはできるはずですね。中古もたくさんあるはずです。はい、ということでですね、もうだいぶ終盤ですよ。次はね、最後こちら E シリーズいきたいと思います。ハッセルブラッドの中で最も光学性能をね、重要視した、もう画質第一で作られたレンズたちになっております。その中でも、まずはね、じゃあこの広角側のね、2035の方をね、見ていきましょう。焦点距離2035なんですが、フルサイズ換算で約16、27ぐらいかなと思います。で、絞りは F3.2 から F4.5 の変動型のズームレンズですね。で、フルサイズ換算で F2.6 ぐらいかな。はい。で、3.5 相当の可変式になっています。で、最短撮影が32なので、寄れなくはないレンズ。で、フィルター機は 77mm なんですが、このレンズね、一番ね、持って意外だなって思うのは多分重量ですね。これ800あるんですよ。これが意外と重くて、この 55V の 1.7 倍ぐらいの大きさではあるんですが、重量重いなんですよ。800ぐらいあってめっちゃ詰まってるんですよね。ここにガラスがねめちゃめちゃ入ってて、非球面レンズもね4枚か3枚ぐらい入ってて、すごいこれ中身が詰まってる感じがね、持ったらわかると思います。特徴としてはこれインナーズームになってるので、20から35でも、ズームの強度が伸びません。で、ここにフォーカスリングはあるものの、フォーカスのクラッチはないので、マニュアルにこれでできるわけではありません。あとコントロールリングもないので、
意外とね、省かれちゃってるね、外観なので、操作性はね、いいとは言えません。ただ、画質に関してはですね、これね、ズームレンズと思ったらダメなんですよ。単焦点張りのね、いや、もはやそれを凌駕してしまうぐらいのえぐい描写なんですよね。もうこれはね、ちょっと本当にびっくりします。もうどの焦点距離で、どの F 値でもキレキレのね、描写だし、もう景色をね、残すにはもう絶対これ持っておいた方がいいだろうと思えるぐらい、本当にね、素晴らしい描写性能です。で、僕はね、スペインとかポルトガルで今回撮影の機会があったんですけれども、やっぱり建築物とか何かしらの建造物を撮るときとかには本当に効いてくる、そんなレンズですね。広角ってね、僕本当に苦手なものではあるんですけど、やっぱりこのね、ズーム幅を持っていることによって、建物の中とかからなんかいいアングルを探すのもすごく楽しめるし、もうこの見てる景色を全て映したいと思ったらね、この 20mm 側にすると全てが入るので、本当にね、撮影を贅沢にね、楽しむことができるレンズかなと思います。ただ実際の使用感で言うと、2035、いわゆる換算16、27ぐらいっていうのは、そのズーム倍率っていうのが2倍もいかないんですよね。なので、この35まで、要はフルサイズ換算の1635みたいな使い勝手はできないんですよ。換算30にも満たないんですよね。なので、1627ぐらいと考えたときに、やっぱそんなズームができるものではないっていうのが1個あるかなと思ってて、なので 35mm 側で撮ったとしても、やっぱ多少広角感はね、否めないかなと思うので、なので、フルサイズの1635みたいなテンションで使うと、ちょっと当たらへんなっていう時があるかなとは思います。そういった時はね、ハッスルのもう1億画素でトリミングしたらいいかなとは思うんですけど、そこはね、実際の使用感ではあるかなと思いますね。で、あとはね、僕的にはこのシャッター音もちょっとね、惜しいなと思ってて、38V、55V シリーズと同じ優しい音なんですよね。はい、一応聞いておきますか。これがね、僕は物足りなくて、ちょっと一応ね、聞いておきましょう。こんな感じの音ですね。この音。はい。さっき聞いていただいたものとほぼ一緒ですよ。で、これがですね、25V の方ですね、広角単焦点が別であるんですけど、あっちのレンズはね、コンっていうバージョンなんですよ。この3500とかと似てて、ハッセルレンズによってほんと違うんですけど、あっちの方が僕はね、好みではあったりしますね。これちょっと優しいんですよね。で、その 25V との使い分けみたいなのになってくると、やっぱ 25V の方は夜に強くなりますよね。F2.5 なんで、明るく撮れるっていうのはやっぱあるので、それこそ僕、ドバイのブルジュハリファとか撮った時とかは、25V で撮ってるんですけど、やっぱね、明るさ光量確保できるので、すごくいいなと思うんだけど、ただ意外と別にね、そんな明るさは大事じゃなかったなとは思っていて、というのも、やっぱ三脚にね、構えて撮れば別にね、手ブル補正、スローシャッターにすればいいなっていう感じではあるし、結局絞るしみたいなとかもあるので、星空とかにはいいのかな。ちょっと僕はそういった撮影はあんまりしないんですが、一応 25V もありますよと。ただ 25V って結構足りない広角の時まだあるなと思ってて、やっぱこの20スタートっていうのは非常にね、使い勝手がめっちゃいいかなと思うので、金額差も20万ぐらいあるかもしれないんですけど、やっぱこのレンズはね、いいなと思う。25V もうこのぐらいの大きさやったんじゃないかな。それでね、この焦点距離カバーしてこのサイズに収まってるんだったら、僕はね、やっぱ買えるのであればこっちがおすすめではあるかな。25V よりかは。ということで、最後ですね。はい、来ました。もう王様と言っていいんじゃないですか。これ、XCD レンズ。35100E ですね。フルサイズ換算で公式スペック 2876mm 相当とのことですね。で、絞りが F2.8 から F4 なので、換算で F2.2 ぐらいから F3.1 ぐらいかなといった形です。最短撮影距離は40センチから、ワイド側で、テレ側で50センチなので、そんなめっちゃ寄れるわけではないが、寄れなくもないという感じぐらいですかね。で、1個注意点、フィルター径 86mm あるので、結構デカめですと。で、重量は 894g あるので、重めです。ただ、思ったより重くはないんですよ。いや、重たいんですけど、見た目よりは重くないという印象ですね。これ、ズーム鏡とめっちゃ伸びるんですよ。こんだけ伸びちゃいます。なんですけど、このサイズにしては結構小型軽量にされてるなという印象ですね。この2035と重量が 90g ぐらいしか変わりません。そう思うと、こっちのレンズがね、非常に軽いということがわかるし、こっちのレンズが非常に重いということがわかるのではないかなというふうに感じております。で、このレンズの特徴としてはですね、シャッターが4000分の1秒に対応してるっていうのがいいところですね。こっちの2035は2000分の1秒です。で、こっちは4000分の1秒に対応できています。で、さらに嬉しいのが、コントロールリングがあるんですよ。これよくやってくれましたね。めちゃめちゃ嬉しいですね。23.5にはなかったコントロールリングが入ってるので、ここで
レンズ側でね、もう ISO、シャッタースピード、ISO 感度、どれかを選ぶことができます。特に 907X とかって、もうダイヤルがここにしかないんで、基本タッチでやらないといけないんで、やっぱレンズに1個あるだけで、全く操作感っていうのが異なってくるんですよね。で、そんな中でコントローリングがあるので、めちゃめちゃね、撮影はすごくやりやすいですね。僕は F 値を割り当てていますが、これでね、使っていくことが多いですね。で、実際の画質ですね、これ驚きます。もう本当に、これズームレンズなの？怖いわってなるぐらい、もう本当に素晴らしいです。これはね、ちょっと涙が出そうになるぐらい、ポートレートにおいて、風景写真において、スナップにおいて、もうテーブルホルダーにおいて、もう全てに感動をね、与えるような、えぐい描写が出てきます。特に僕が感動したのはやっぱりポートレートですね。やっぱ人物を切り取るというこの能力が本当に優れているようなレンズかなと感じました。なんかハッセルブラッドのレンズのすごいいいところだと思ってるのが主張がないんですよね。なんかレンズがこの癖を持った私が撮りましたみたいなレンズの主張がないような気がしていて、このレンズも本当にそうで、ズームレンズとして単焦点張りの描写力を持ちつつ、でもこのレンズ何で撮ったんだろうって思わせない、それぐらいね、癖を省いた、本当にボケ感に癖もないし、もはや透明感があるぐらいね、すごくいい写りをしてくれるレンズかなと思っています。で、結構印象的だったのは上高地でも撮ってたんですけど、ただ単にズームをして何ミリやったかな、もう最大かぐらいかな、で F 値を結構絞ってパシャって撮ったのが結構えぐくてなんか本当にただただそこを撮っただけなんだけど、みたいな、もう本当にホームページに載ってるようなすごい絵が撮れてしまうんですよ。もうこれをね、僕が説明できるほどのね、もう知識というかそれを表現する言語を僕は持っていないんですけれども、もう本当に素晴らしい絵がね出てくる、もう本当に写真を撮ってて全てがね作品になるんじゃないかと思えるぐらいの描写力を持っております。なのでね、もう本当に本気でいろんないいものを撮りたいっていう人にはマジでこれがあるとね、めちゃくちゃ楽しいと思うし、もうこれ1本さえあればほとんどもう十分なので、しかも価格がそんな高くないと思うんですよね。聞いた価格は71万円ぐらいということで、この中では、高いんやけど、なんか思ったよりじゃなくないですか。なんか90万ぐらいいってもおかしくないぐらいのレンズかなと思うんだけど、この描写力、使いやすさ、そういったところを見たらすごくねいいレンズだなと、いい価格だなと感じております。ただ1点だけやっぱしんどいのが大きさでX2D2 だったらまだいいんですよ。まだ頑張れる、全然ね、もう今日は撮るぞって思ったらもはやこれぐらいのサイズはいいんですけど、907X ね、ここの相性はちょっとね人によってはしんどいかもしれないですね。907X とつけたらこんな感じのサイズ感ですね。これをねどう評価するかは皆さん次第ですが、僕はねちょっとしんどいかもなって感じちゃいました。これねズームしないんですよね。ズームするとこんな感じですさすがにアンバランスかもしれないですね。これはね 907X につけるならばグリップをね、別売りのグリップをつけてあげるっていうのは結構必須になるかなと思うし、ちょっと 907X の良さがね半減してしまうのではないかなと思うので、どちらかというとやっぱ X3D2 ユーザー向けっていうか、X3D2 と使うと、それこそ手ブレ補正が効いて、スローシャッターの表現もね、僕は結構このレンズでも遊んでたりはしてたんですけど、そういったこともできるという意味から手ブレ補正機能があるのでね、そういったところから X3D2 レンズとの組み合わせがいいのかなと思っております。で、あとこのレンズはですね、最新のね、リニアモーター、フォーカスの制御システムだったはずなので、非常にね AF が速いんですよね。X3D2 との組み合わせで結構人物とか動物とかしっかりと AF 食らいついて撮ることができたりしますので、あと秒間3コマのね連写もできるので、3コマ少ないけど、でもね16ビットの1億画素のね画質をバンバン撮ることができるので、非常にねやっぱり王様のようなキングのようなねレンズかなと思っております。はい、ということで皆さん今回いかがだったでしょうか。 XCD レンズをねまるっとご紹介させていただきました。いやかなりね、ボリューミーになってしまったんですけれども、非常にね楽しんでいただくことがねできたんじゃないかなというふうに思います。でそして動画内でね紹介した、シャッターパックプラグインですね。今回見ていただいた写真作品は全てですねもうワンタッチでね自動配列させています。これはね僕たちが作ったダヴィンチのプラグインになるんですけれども、カメラが持つ EXIF データ、 ISO、シャッタースピード、ISO感度というものを自動で分析をして自動で配列をする。でそれらのプリセットを用意しているので、いろんなデザインをねワンタッチで変えていくことができたり、それらを保存シェアすることもだってできてしまいます。すでにですねビジュアルパークというオンラインショップからダウンロードが可能になっていまして、今回 X2D2 でね撮影した無料のサンプルデータ、いわゆるロー写真をねたくさんまとめた無料のサンプルデータを皆さんにねご提供させていただいてますので、こちらも両方合わせてね皆さんに
手に取っていただければ嬉しいなというふうに思っております。なかなかね、ハッセルブラッドで買うことができないカメラではあるのですが、こういったね、サンプルデータに触れてみることで、ちょっとでもね、この良さであったり、レンズもね、3500で撮ったものを多くしていますので、最新レンズのね、描写力もわかるかなと思いますので、ぜひですね、ダウンロードしてチェックしていただければ嬉しいなというふうに思っております。ということで、ハッセルブラッドシリーズ、ようやくね、こちら一旦最終回となります。まだね、ご覧いただいてない方、X2D2 のレビュー、20-35mm のレビュー、3500のレビュー、そして以前出した 907XCFV100C のレビュー動画、すべてね、合わせて見ていただければなというふうに思っております。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。